あ、おい待たせたな太一。なんだ父さんか。なんだとはなんだ。はるばるイギリスまでやってきた父親にその態度はどういうこった。いや実は今度一緒に本を書く天田教授とも待ち合わせてたんです。その教授とは初対面でして。見たところ日本人はわしらしかおらんが言い訳にはならんな。おい、頼まれてきた鹿の角のなんとか町のお酒だ。ああ、和野町のお酒ですね。すみません。その酒もらいに東北の神社まで行ったんだぞ。奉納された酒などなんで必要なんだか。まったく親こき使いよって。何にやついとる。人の話を。エクスキューズミー。何にいたしましょう。コーヒー一つ。グレンスロン茶を瓶ごと。かしこまりました。外国に来るたんびに思うな。外人はなんて日本人と違うんだろうってな。外人ってここではお父さんの方が外人ですよ。ほれ、あそこの英国紳士、まさに外人そのものって感じだ。目が引っ込んで高い花ですか。高いっていうよりもむしろ長いんだな。天狗のようにな。お待たせしました。ところで太一、お前こんな時間から飲んで大丈夫か。ちょっと訳ありです。この日本酒とぜひ並べようって天田教授と話してたんです。どういうことだ。その酒が2人で書くって本と何か関係あるのか。そうなんです。すごい発見なんですよ。江戸時代日本に漂着した英国人、いやスコットランド人の記録なんです。また古びた時計だな。ヒゲゼンマイはこれは17世紀のものだな。紋章と名前だ。アンガスティー。そのアンガスティーが私たちの本の主人公なんです。そして何もかもこの紋章から始まったんです。岩手県の和野町というところにその写真の天草神社ってのがありましてね。へえ、こりゃいい場所に立ってますね。でしょそこに祀られていたのがそのイギリス製の時計なんですよ。神社の許可が取れたんですか。天草神社直系の子孫天田教授という方が神社の人を直に説得されたんです。なるほど。そこで平賀先生、この17世紀の時計の持ち主を探し出してほしいんです。面白い話ですが、消えかかった紋章とアンガスティって名前だけで調査できるかな。そこをなんとか。このネタを天田教授と本にすればベストセラー間違いなし。これその時計の入ってた箱なんですけどね、この天狗のうちわのような家紋、これも何か関係あるんじゃないかと。その天草神社はわしがこの酒もらいに行ったとこじゃないか。天狗のうちわか柏の肌かわからんが。いや、アザミでした。時計の紋章を復元したものです。ここにもアザミが使われている。ああ、こっちの家紋は時計の紋章が変化したもんなのか。アザミはスコットランドの紋章です。私はすぐロンドンを立ちエジンバラにやってきました。この紋章がどこの誰のものと言われましてもね、ここだけで10万種以上あるんですよ。子孫の絶えたものや未登録のは数えきれません。さらに結婚でお互いの紋章を組み合わせたり、自分が得た土地の印を書き加えたりもする。使う人の数だけ紋章があり、人生の時々で変化もするんです。どこを探せば。台座にアザミがある以上、スコットランド王家にゆかりのものです。兜飾りは鷹、兜は銀で横向き、覗き格子は金、つまり公爵以下の貴族だった。彼は諸子である可能性がありますな。それは嫡子ではないということですか。第4クォーター、
鷹の上にベントレット・シニスターがある。ベントレット・シニスター。本家筋ではまずありません。また第3第2クォーターの流水門。流水門？断定はできませんが、この紋章の主はスピー渓谷あたりの領主だと思われますな。スピー渓谷。ああ、あれ、ウイスキーの蒸留所だ。スピー渓谷ってやウイスキーの本場じゃないか。いけない、すっかり忘れてた。こいつはうまい。今歩いてきたこの谷の風景が味と香りに生まれ変わったみたいだ。まさに命の水って感じだろ。ええ。グレーンスローン茶、近くに蒸留元がある。ここには旅行、それとも仕事？ええ、そうそう。この紋章のことを何かご存知ありませんか？いやー、教会や町役場あちこち調べたけど手がかりがなくて。これまったくウイスキーの本場に来てだよ。ここ酒樽がちゃんと書いてあるじゃないか。こんな紋章教会や役場へってどうするんだい。お前がさっき注文したのもそのグレーンスローン茶だったってわけだ。こいつは面白くなってきたな。我が社のラベルの紋章についてお尋ねでしたな。ええ。この紋章は17世紀末の領主アンガスティ・カーマイクルのものです。アンガスティだ。やったー。この辺りじゃロード・オブ・スコッチと呼ばれてましてな。ロード・オブ・スコッチ？スコッチ教ですって？ 17世紀のスコットランドはね、イングランドは外からちょっかいを出してくるし、国内では宗教紛争が渦巻いていた。そんな中、ウイスキーから重税を取ろうとする政府と酒を密造するスコッチたちの知恵比べの戦いがあったんです。これも密造酒の摘発現場ですね。あの旗の紋章、あれアンガスの兵隊？つまりこれ酒の密輸を領主アンガス自ら護衛したって場面？そんなことが？嘘か本当か、取り締まる役人を妨害し酒の密輸を援助したって伝説がありましてな。実際アンガスは貧しい民を助けるため密造酒を奨励したなかなか大した男だったんです。アンガスの時代、ペストが国中を荒らしたことがあった。だがこの辺りじゃ一人の犠牲者を出すこともなかった。領民の誰もが感謝し尊敬する、そんな男だったんです。ああ、そんな素晴らしい人だからこういった話が大切に伝えられてきたんですね。アンガスの話に興味があるならソーラスの森の野外劇を見るといい。ロード・オブ・スコッチをたたえて彼の一生を演じるんだ。英雄の生涯か。いつやるんですか？長らくお待たせしました。ただいまから我が郷土の英雄ロード・オブ・スコッチことアンガス・T・カーマイクル悲劇の生涯をお送りします。悲劇の生涯じゃと？1672年、アンガス・T・カーマイクルは領主の非嫡出子として生まれました。アンガス様、町が雪に隠れます。ご自分の故郷、せめて今ご覧ください。アンガス様、もう雪が。彼は家族の愛も知らぬまま修道院に預けられたといいます。4歳の時です。しかし16世紀の宗教改革で
スコットランドの修道院は廃止されています。あるとすればその姿を借りた養護施設だったのかもしれません。激しい宗教紛争の中、名ばかりの修道院など荒らされるままだったのではないでしょうか。アンガスはもう故郷に帰る気はなかったでしょうが、アンガスの父と兄弟たちがペストで亡くなると事態は一変します。跡継ぎがいなくなった。アンガスが領主に。彼が15歳の時です。カーマイクル家のものだが、アンガス様はどこにおられるか。おお。フィディック！久しぶりだな、フィディック。修道院を後にした彼を待っていたのは激しい動乱の時代でした。この時期スコットランドはカトリック派とプロテスタント派の血で血を洗う騒乱が全土に満ちていたのです。アンガスは敬虔なカトリックとして戦いました。当時親に認められないため宗教的にも負い目を持って歴史的な結果はカトリックの敗北でしたが、アンガスは騒乱を生き抜き対立は影を潜めていきます。スコットランドにつかの間平穏が訪れたのです。アンガスは館の金庫を開き、政府に無許可のウイスキー作りを奨励しました。マレー、密造酒の取り調べだ。その2を改めさせてもらう。待てアンガスは対岸の領主マックレー家の娘アンと恋に落ちますが、マックレーは急進的プロテスタント。結婚は到底許されません。それでも2人の心は固く結びついていたのです。しかしこの平和は長続きしません。王ウィリアムス3世が死亡したのです。王の死により先王の血を立てんとするカトリック派とスコットランドの実権を握ろうとするイングランドの思惑が入り乱れます。そんな不穏な折、ああ、決して神の加護を受けぬこの身にまさか同じ祝福されぬ子を授かるとは、何たる運命の皮肉。どちらの教会でもいいわ。このお腹の子を祝福して。同じ運命を背負った子供を産むということ。17世紀当時、この子は宗教的にも洗礼を受けられない身でした。なんちゅうことだ。彼は決断しました。この混迷の中に和解の道を切り開こうとしたのです。彼は仲間と共に古代からのしきたりにより王を選ぶ権利と、同時にプロテスタント信仰の保護を唱えた法案を議会に提出しました。プロテスタントとカトリックの共存を図ったこの法案は、両方の派閥から強い支持を得たのです。がイングランドは強固に反対、そして懐柔させる策に出ました。金買収だな。やがて脅迫やスパイが横行し、アンガスはどうなる？罠に落ち領主の地位を奪われます。なんだと？フィディック。さ、お早く。さてどうなさいます？船だ。私が船を手にしたことを奴らはまだ知らぬはず。アンには何と？全てお話ししました。館を抜けネイアンの入り江に向かうとのこと。アンお嬢様、来たぞ。
お嬢様はこちらだ。こっちだ。アン様がどうしてこんな。神は何を見ておられる。私を貶めた連中は次期この国をイングランドに売り渡すだろう。もはやこれは止められぬ。フィディック、神のもとにおれぬこの身の居場所、世界のどこかにあるものだろうか。あります、ありますとも。当時ヨーロッパは世界に航路を開いていました。アンガスも未知の大地に自分をかけたのでしょう。父さん、ロイズ保険組合の元の職業がコーヒー屋だったって知ってますか？当時ロンドンの情報の中心は小さなコーヒー店でした。ロイドのコーヒー店は海難に関する情報交換や賭け事のような保険取引の場を提供していたんです。私はオックスフォード大学に向かいました。17世紀のロイドのニュース誌がそこに保管されていると聞いたことがあったんです。そして私はついにある記事に行き当たりました。アンガスの船は難破し、ただ一人日本にたどり着いた。アンガスは徳川時代の日本でどういう一生を終えたんだろうな。残念ながらそれも分かったんです。見てください。天田教授に送ってもらった近くの村に伝わる天狗の絵巻物です。天狗。おお、そうか。天狗イコール漂着した偉人説というのがある。アンガスも日本で天狗になっていたか。わしがトンに言ったこの泣き天狗もこっちと同じアンガスゆかりの酒というわけだ。残念ながらじゃと。ええ、ここでも悲劇は繰り返されるんです。昔々ある村に海から上がってきた天狗がおった。村の子供と遊んだり畑仕事を手伝ったり、大層評判が良かった。やがて天狗は庄屋の娘と恋に落ちた。だが村人たちは庄屋はもとよりお坊様も誰もそれを許さない。彼は異国の地で故郷と同じ失意を味わっていたんです。伝説が間違っていてアンガスは娘と駆け落ちし子供の顔を見られたなんて可能性もあるんじゃないか。それと願うばかりですが。父さん、わかります。けどもう彼は歴史上の人物です。今何を言っても。待て太一、見ろ。ちょっとこれを見ろ。これ？アザミの紋章。どうしてこんなものが？天草神社にも同じものがあった。アザミの家紋に省略される以前のアンガスの紋章だ。いや、待ってください父さん、これ変です。何？ここです。ただの省略じゃない。何か紋章が書き足されている。なんだ、どういうことだ？これによればアンガスは最初の紋章の後結婚したか、あるいは領土を得ています。この書き足されたのが新しい領土とかを表しているんです。ってお前の話じゃアンガスにそんな暇どこにもないじゃないか。そうなんですよね。この木の枝みたいな文様は何だ？何を意味してるんだ？これスコットランドの文様じゃなくて日本の数の門の一種かもしれません。数の門、鹿の角の門か。鹿の角。じゃあわしが行ったあの町は？平川太一先生ですか？おい、お前待ち合わせがあったんだろう？私ですが。遅れて申し訳ありません。天田です。どうも平川太一先生というお名前で日本風の顔を探してました。天田教授？
あなたが？いや、私もよくこっちの国の血が流れていると言われるんですよ。どうも我が天田家は天狗の子孫らしい。疲れ切っても声も出ないほど自分を切り裂くことはないよ。あなたは In my mind ため息こぼす僕に何も言えない君音のないテレビを見つめて坂道登ることに迷いなど感じない。時が過ぎる限り僕らは強くなれる。男には命を懸けても守らなければならないものがあった。共に命を張ってくれる仲間がいた。あの戦いの年、彼らは神からの贈り物を賜った。月日は過ぎ、今男はその全てを捨てようとしていた。彼は悩む。奇跡の名手その最後の一瓶を手に。次回シャトー・ラジョン州1944。